皆様お待たせいたしました。ただいまより本日のプログラムを開会いたします。早速セッション4、分かり合えないを分かち合うを開始いたします。本セッションではバースセラピスト一般社団法人ダイアローグジャパンソサエティ代表理事志村清江様、ダイアログソーシャルエンタープライズ創設者アンドレアス・ハイネッケ様、またリモートにてシンガーソングライターマンディ・ハーベイ様にご登壇をいただいてまいります。それでは志村様、ハイネッケ様、ハーベイ様、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では始めていきたいと思います。私はですね、志村清江と申します。仲間が今日ここにはいますが、アンデラス・ハイネッケさん、そして画面に出ているのがマンディさんです。で、このようにオンラインとこのリアルを通してお話していきたいと思いますが、マンディさん聞こえてますか？ OK？ マンディさん、はい、ここでちょっと私たち皆さんと一緒につながりを持ちたいと思うんですが、もしよかったら歌を歌ってもらってもいいですか？I don't feel the way I used to. The sky is gray, much more than it is blue. But I know one day I'll get through. And I'll take my place again. If I would try. If I would try, oh. I don't love the way I need to. You need more, and I know that much is true. So I'll fight for our breakthrough, and I'll breathe in you again. If I would try, if I would try, oh, there is no one for me to blame, 'cause I know the only thing in my way is me. I don't live the way I want to. That whole picture never came into view. But I'm tired of getting used to the day. So I will try. So I will try. If I would try. If I would try. Oh. Thank you. マンディさん、ありがとうございます。実は皆さんご存知かもしれませんが、マンディさんは耳が聞こえていません。そんなマンディさんが今こうして音程も全く狂わずに歌うことができている美しい声で本当に素晴らしいと思いますが、今マンディさんの話を始めるとちょっとまたこれは後半の方にしたいと思いまして、まずは私のまず自己紹介をさせてください。そこからスタートしたいと思います。よろしいですか？ありがとうございます。マンディさん、また後でゆっくりと
話を聞かせてください。お願いします。私はバースセラピストをしています。この仕事はそうですね、メンタルのケアを多くしているんですが、その中のほとんどがターミナルケアをしています。ターミナルケアというのは、末期のがんの方を、がんだと分かってから最後まで私が寄り添って、そしてお看取りをし、その後は残された方々のケアもするような、そんな活動です。この仕事をすることになったのはいくつかの要因があるんですけれども、その前に私の少し生い立ちをお伝えさせてください。私は兄弟が6人いました。もう亡くなった人もいるんですけれども、でその兄弟は父が違う兄弟です。間違えちゃった、ごめん。母親が違う兄弟です。はい。そこで6人いたんですが、一緒に暮らしたのは5人。私が2歳3歳の時に姉や兄が一緒になって暮らしてくれるようになって、そして共に生活したのが何年間か続きました。姉と兄と私の年の差は18歳から16歳の間があります。一緒に暮らした時、一緒に初めて暮らした時に、大人のお姉ちゃんやお兄ちゃんができた、そんな感じでした。姉たちは自分の母さんの文化を持っています。私は私の母の文化を持っています。父は同じだとしてみても、でも母親の文化が違うことは、家の中ではいろんな中で摩擦が生じました。当たり前のことですが、私からするとちょっとだけ違和感がありました。そこでどうするとこの違和感を超えることができるのかなと思うことを考え出したのが、そうですね、幼稚園の頃からです。そして最初、私居場所がだんだんなくなってしまっていて、どうすると自分の居場所ができるかしらと思った時に、私は叔父の家を私の居場所に選びました。ところが叔父が突然に亡くなってしまったんです。で、私はまた居場所がなくなって、でまた自分の家にその場所を作ろうとするんですが、それぞれがみんなが自分の居場所を欲しがっていることに気がついて、どうするといいのかなと思って、お互いに母親の文化を交流しながら交換して、そして共にその文化を作り上げていった、そんな経験があります。長い道のりでした。実は今でもそれは続いています。そんな中で、実は体が弱くて、私はいろんな入院をし、いろんな病院にかかって入院をし、そして入退院繰り返したり手術をしたりして、そこでもまた友達ができます。ろうの友達や目が見えない友達、いろんな友達ができました。でそんなところから私がだんだん育っていくんですが、高校生の頃に末期がんの人と出会います。たくさんの人と出会いました。その人たちとの話を聞きながらワークショップをするようになったんです。命が、終わってしまう人たちをどうすると笑顔にできるかなって考えながら、そうしますとだんだん皆さんが笑顔になっているとともに、最後まで自分らしく生きていきたいということに気がつくんですね。そして自分らしく生きていくためには、人との関係性をもう一度つながり直そうとか、最後までできることを探そう、そんなことをなさいます。で最後の頃には私にこう言います。清江ちゃん、自分は後半になって自分の人生を捉え直すことができた。でも本当だったらば、もっと元気なうちにそれが知れたらよかったな。自分の後悔はそこが一番だっていうことを皆さんが言うんです。そして私に託します。清江は元気なうちに元気な人たちにそれを伝えてほしい。本当の自分を生きて、本当の自分を生かすことを大事にしてほしい。人と比較したりとか、もしくは
自分が一番でいたいとか、そんなことではない。たくさんの人と出会っていきながら違いを知って、それをお互いに分かち合って乗り越えていく、そんなことができれば幸せになるんだよって、私はそれを聞いて本当にその通りだと思って、そしてそれを自分の本に書いたりとか講演をしたんですが、やっぱりもっともっと多くの人に伝えたいと思いました。そんな時にアンドレアス・ハイネケさんと出会ったんです。日本でダイアロギズ・ダークを持ってきた志村慎介と出会いました。そして日本にもそれを持ってこようと思ったんですね。ダークとサイレンス、見えない世界と聞こえない世界を環境的に作っていて、見えない世界の中には視覚障害者が案内するようにします。聞こえない世界は聞こえない人が、ろう者がそれを案内します。エンターテインメントとして面白く楽しく豊かな状態でお客様を迎えていく、要するに健常者を迎えていくんです。ここで多くの人たちが違いを超えていって、目が見えない人や耳が聞こえない人と友達になってきました。私はそれを見て感動したんですね。エンターテインメントを通してこんなことができるんだって。そんな中でコロナが起き、私たちの活動はとても大変な状況に陥りました。私はその活動ができるためにいろいろ考えたんですね。そしてそうですね、3日4日徹夜をして考えたら、突発性難聴という病気になって耳が聞こえなくなりました。片耳がほとんど聴力がありません。そしてこちらの左耳がまだ音が聞こえる範囲なんですけど、だんだん聞こえなくなっていくそうです。で、そんな時に YouTube でどんな人が聞こえない人でいるかなと感じた時、知った時にマンディさんを知ったんです。マンディさんが聞こえていないのに音楽を通して人を元気にしている。とっても美しい歌声で素晴らしい音楽を奏でていた。マンディさんといつか友達になりたいな、コンサートに行ってみたいなと思ったんです。そこで今日こんな機会をいただいて、マンディさんをゲストにお迎えできました。今日初めてマンディさんとここでお会いしたんです。画面を通してですが、マンディさんは赤ちゃんをお産みになったばっかりで、今新生児を育てながらこの場に来てもらっています。で、これから私と話だけじゃなくて、マンディさんとそしてアンドレアスさんと一緒になってこの場を作っていきたいと思います。で、先ほど歌っていただいたマンディさんにここでバトンタッチをして、マンディさんのことをたくさん聞きたいと思います。マンディさん、これからマンディさんの話を始めてもいいですか？そちらに行けなくてとても残念です。この素敵な日に参加できて光栄です。今日は私の人生についてお話ししたいと思います。できるだけ手話を使わないようにしますね。会場には通訳者がいますし、私が手を動かしていたら目まぐるしいでしょう。私は幼い頃、音楽が大好きでした。母が4歳の私を合唱団に入れたのがきっかけです。育児から少し解放されたかったのかもね。元気が有り余っていた私に発散できる場所を与えてくれました。それで音楽という美しいものに魅了されたんです。子供の頃から耳が聞こえにくかった私は内向的で人と話しませんでした。怖かったからです。相手の言葉を間違って理解して恥をかきたくない。だから黙っていました。大人しかいない合唱団の練習室で楽譜を渡されました。その時、初めてはっきりと見えたんです。
彼らが口に出す前に何を言おうとしているのか、それで初めてすっと会話に入っていけました。離れた場所から唇の動きを見て会話を推測する必要はありません。練習室にいるのは大人ばかりでしたが、違和感はありませんでした。私はチームの一員になり、自分より大きなものの一部になれたんです。その時をきっかけに、音楽に心から夢中になりました。音楽の魅力は美しさだけではありません。一体感を与えてくれます。音楽を作り出すために力を合わせるからです。そして音楽を披露するとき、観客との一体感も生まれ、つながりが広がっていきます。私の望みは、音楽をキャリアにする方法を見つけること、そして音楽とともに人生を歩むことでした。でも、私は相変わらず内向的で人を恐れていました。人前で歌うと考えただけでゾッとします。そんな状態で迎えた初めての発表会では、恐怖のあまり吐いてしまいました。前で歌っている人たちの頭に向かってね。今日は私が画面の向こう側にいて、皆さんはラッキーかも。とにかく昔は人が怖くてたまりませんでした。それで決断したんです。人前でパフォーマンスできないなら、指導者になろうと。私の一番の目的は、コミュニティを作ることでした。自己表現のスキルを身につける機会を人に与えたい。そして私と同じように、自分は一人ではなく何かの一部だと感じてほしい。それで声楽教育の学校に通い始めました。夢と進路が結びついたわけです。最初の1ヶ月くらいは順調でした。その後、先生の話が耳で理解できなくなりました。でも、幼い頃から聴覚の問題を抱えていたので、楽観的でした。中耳炎か何かになっただけで、時間が経てば治ると思っていました。でも、その9ヶ月後に思ってもいなかったことが起きました。少し耳が聞こえにくかっただけのはずが、9ヶ月で聴力を完全に失ってしまったんです。手に掴んだ世界をもぎ取られた気分でした。希望や自分のアイデンティティが一瞬にして消えてしまったんです。悲しみに打ちひしがれました。この話で皆さんを悲しませるつもりはありません。感傷的にならないでください。私はあの時の自分と正直に向き合うことで、進むべき道に光が差しました。当時はいろいろな感情が入り乱れていました。孤独や絶望や無力さ、屈辱や自己嫌悪などです。でもやがて多くの希望と喜び、そして光を見つけました。そうした感情を何よりも必要としていました。今も心の支えになっています。そのきっかけがアメリカ手話です。コミュニケーションの手段を見つけ、扉が開けました。でも手話コミュニティから世間を見ると、まるでこう言われているようでした。聴力を失った人はポンコツだ。人間として欠けている。治すことができないなら、一生劣ったままだ。一生出来損ないのままだと。でも、私の周りにいる聴覚障害者は、立派で素晴らしい人たちばかりです。それで思い知りました。確かに世間は私たちにレッテルを貼り、能力が低いとみなします。それが君だと言わんばかりです。
その程度の能力ではここまでしかやれないと。でも間違っています。自分が何者なのかを決めるのも、どんな能力があってどこまでやるか決めるのも自分です。そのためには一歩踏み出さないといけません。居心地のいい場所を離れて、思ってもみなかった場所に行く。自分の可能性を探るんです。私は大勢の素晴らしい人たちと出会いました。そのおかげで今は自分の人生を愛せるようになりました。突然変わったわけではありません。あら、この人生って最高などとね。全身もままならない長い道のりを歩みながら、心の中の居場所を探しました。心が休まる場所です。長い間疎外感を抱いていて孤独だったからです。コミュニティの一員になり仲間を得たことで、私の人生は大きく変わりました。一人で生きていくのは大変です。でも素晴らしい仲間がいれば、新たなステップを踏み出すのは簡単です。私には敬愛する人がいます。エリック・バイエンマイヤーです。エベレスト登頂に成功した初の視覚障害者で、彼に追随した視覚障害者も多くいます。今の私は家の階段を上がるのも大変なので、エベレストを登るなんて夢のまた夢です。エリックはよくこう言っていました。山を登るときは一人ではない。チームがいる。ロープでつながったチームの仲間たちがいる。成功するときは一緒に成功し、転落するときは一緒に転落する。重要なのは誰に身を委ねるかだと。私は自分の世界と人生におけるロープチームを作りました。身を委ねることができる仲間です。絶望のどん底に陥ったとき、希望を与えてくれます。居心地のいい場所から抜け出して、思ってもみなかったことに挑む勇気をくれます。彼らは私が憧れる場所に行き、私が憧れていたことも成し遂げました。私にとっては道しるべです。豊富な知識を吸収して、さらなる成功を目指すことができます。苦労や失敗から学ぶんです。彼らは私の価値観を理解し、それを一途に守れと教えてくれます。素晴らしい人たちが仲間となり、挑戦への後押しをしてくれました。私の父はその一人です。音楽に戻ることは叶わない願いだと私は思っていました。世間に言われたからです。聞こえなければミュージシャンになれない。いいミュージシャンは聞こえる。長い間、そんな言葉に苦しみましたが、何度も言われると真実に思えてくるものです。でも父は違いました。音楽は私の魂の大きな一部だと知っていたからです。少しでもまた音楽とつながれる方法がないか模索したのでしょう。ある日、父から一緒にギターを弾こうと言われました。気が進みませんでした。音が聞こえないと楽しめないからです。でも、父を愛して尊敬しているので応じました。ギターを手に取った私は、コードチェンジをしながら書き鳴らしました。頭の中ではこんなの最悪と思っていました。退屈だしうんざりです。そのうち音のない世界であることに気づきました。自分が出している音を指先で感じられたんです。ギターのボディの振動が肌に伝わって音楽を感じられました。
それぞれの弦を弾くたびに、親指だけでなく他の指にも音が染み込んできました。音楽を感じられたんです。その瞬間、ハッとしました。音楽は変わらずそこにあったのに、私が諦めてしまった。今は感じ方が違うだけです。美しい道のりの始まりでした。音楽と自分を愛す方法を見つけるために、違いや障害を乗り越える道のりです。発声に使ったのはビジュアルチューナーと油性ペンです。実践したい人がいたら油性ペンはおすすめしません。理由は後で言いますが、最悪です。まずはチューナーに向かって適当な音を出しました。次は一つの音を伸ばして発し、どの音階かチューナーで確認します。その音を出したまま、喉の振動が最も強い箇所を見つけます。その箇所に線で印をつけて音名を書きました。皆さんは水性ペンを使ってください。消す手間が大きく省けます。音を出すたびに音程を上げ下げし、振動が最も強い箇所を手で確認しました。そして顔や喉に印をつけていったんです。そうすることで音が可視化でき、どこを使って音を出しているのかわかります。こうして再び歌うための道のりが始まりました。でも道のりは困難で失敗の連続です。ひたすら懸命に努力を重ねました。何しろ翌日には全て忘れてしまうんです。朝になったら一からやり直しです。でも仲間の勇気に励まされました。その一人がエリックです。彼のチャレンジは危険で命を落としかねません。それでも希望と自信を持って挑んでいます。友人のカイルは生まれつき四肢がありません。彼もまた登山家です。腹部の力を使って登り、キリマンジャロに登頂しました。私の周りには優れたミュージシャンもいます。エベリン・グレニーも聴覚障害者で、自宅には150種類以上の楽器があります。彼女の音楽とのつながりがいかに深いか実感させられます。人は違いがあるから美しいんです。私は自分が出来損ないだという考えを捨てて、ありのままの自分を受け入れ始めました。心ない言葉を遮断することで、私は大きく変わりました。私の心が開かれたんです。音楽への情熱からコミュニティを作る夢を抱きました。コミュニティを作るのに必要なのは聴力でなく、音楽との向き合い方を変えることでした。再び音楽を見出せたことはかけがえのない喜びです。思いがけない経験もしました。アメリカズ・ゴット・タレントというオーディション番組への参加を持ちかけられたんです。テレビで競い合うなんて荷が重すぎます。合唱団では吐いてしまうほどじっと見られることに抵抗があります。でもまたとないチャンスです。思い返してみると、聴力を失うことは何よりも大きな恐怖でした。サメは今でも怖いので除外です。それはともかく聴覚を失うという最大の恐怖が現実になりました。でも私は屈せずに強く生きています。これ以上の苦難はない。人前で歌う恐怖心を克服していきました。
私から歌を取り上げることはできないからです。私は負けません。いつだって自分だけが傷ついている。そんな風に感じるのはもうたくさんです。とはいえ、番組で歌うチャンスをもらった時は不安でいっぱいでした。でも、コミュニティの仲間たちに聞かれたんです。人生でやりたいことはと。人を笑顔にしたい。障害がある人の意外な一面を見せたい。それから失敗は成功への布石だということを知ってほしいとも思っています。何度も失敗を繰り返すこともあるでしょう。でも再挑戦するチャンスは必ずやってきます。失敗しても再起できると示したいんです。仲間たちは大々的に示した方がいい。番組に出るべきだ。私はそうかもと。そうして乗った飛行機の中で最悪のシナリオは何かと考えを巡らせました。その時、ふと違う考えが頭をよぎったんです。最高のシナリオは何か。参加することの一番のメリットはどんな素晴らしいことが起きるのか。不合格になって恥をかいてもいいんです。誰か一人でも気持ちが通じたら私の思いを伝えられます。私は居場所を見つけたと知ってもらえます。私のことを受け入れたり好きになったり称賛したりする必要はありません。ただ自分の殻を破ったことは知ってほしい。誰にでもできると一人でも勇気づけられたら苦労が報われます。番組での経験がこの美しい道のりの土台になり今があります。失敗を重ねて人生は作られていきます。たとえ障害がなくても人と違っていなくても時間を要します。人間は誰もがいずれ困難な状況に直面します。以前できたことができなくなる日が来るでしょう。でも利点もあります。挫折は素晴らしい機会です。新しい考えや方法を見出せます。変化には美しさと力があるんです。それから私は誇りと感謝の気持ちでいっぱいです。この道のりを歩むことができました。もし一言で今の自分に対する気持ちを表すなら家です。私は心が安らぐ家にいます。さらなる挑戦に立ち向かう準備はできています。何が待ち受け、何を成し遂げられるか楽しみです。ポテンシャルが低いというレッテルには縛られません。打ち破るのみです。以上です。ありがとうございました。マンディさんありがとうございます。これからね、私たちマンディさんに、どんなことを今感じたのかなとかを、アンデレアスさんと私とでフィードバックをしたいと思うんですが、ぜひともね、皆さんもきっと皆さんにとっても居場所とか、そして違いを超えていきたいなっていう思いが湧いたと思うんですね。今日はこの3人の中でお話ししますけども、どうぞ皆さんもお気持ち参加していただいて、そしてその違いを超えていく、分かり合えた、分かり合えない、いろんなことがあるかもしれないけど、それを超えながらまた新しい場所を探していけたらいいなと思って、ここで皆さんと共にお話をしたいなと思っています。気持ち的にですが、すいません。アンドレアスさんどうですか？そうですね。まずは今日参加できたことに感謝します。日本に招いていただいたことにも。日本での目的は2つあります。
まずはもちろん、このカンファレンスに参加すること、居場所、共感、心身の健康は私にとって重要なテーマです。2つ目は冒頭で清江さんが触れた取り組み、ダイアログ・イン・ザ・ダークです。日本に上陸して25周年を迎えます。金井さんと清江さんの尽力のおかげで、奇跡的に開催を続けられています。これは真っ暗な空間で行われる展示です。リーダー役の視覚障害者の助けを借り、目の見える参加者が見えない世界に入っていきます。大胆で思い切った試みです。日本という開催地に恵まれたことを嬉しく思っています。本題に入りましょう。清江さんとマンディさんの話に深く共感しました。なぜなら私も同じような境遇を歩んできたからです。私は聴覚障害児として生まれました。聞こえないのでうまく話せません。話すたびに笑いが起きました。あだ名はミッキーマウスや中国人。面白がられても私だけは笑えませんでした。想像してください。5歳や6歳の男の子が活発に話せない環境にいるんです。話せば笑われるので本当に辛い思いをしました。さらに聴覚障害の副次的な作用で体の発育が大幅に遅れていました。バランス感覚も正常ではありません。言語や発話の発達も遅れていました。清江さんの話でもう一つ共感したことがあります。実は私自身も2度がんを患いました。がんサバイバーです。ある日、突然がんに直面して初めて人間の儚さや無力さに気づきました。自分が深刻な病気になるとは夢にも思いません。本当に突然のことでした。なぜ自分がこんな目に遭うのかと腹が立ちました。なぜもうすぐ自分がこの世を去る運命なのかと。でもこれは受容へのプロセスです。皆さんはご存知でしょうか。スイスの心理学者エリザベス・キューブラー・ロスは気管には段階があると言いました。マンディさんは聴力を失いました。いずれ清江さんも聴力を失うでしょう。人が喪失に直面した時の最初の反応が否認です。ありえない、嘘に決まっている、病院がカルテを取り違えたに違いない、私は何の問題もない、そんな風に考えて自分のことだとは認めません。でもそのうちに自分のことだと理解します。耐え難い痛みなどから自覚し、現実を受け入れるんです。とはいえ、受け入れられるまでには長い時間がかかります。帰還や否認の過程は時間を要するからです。現実に抗おうと神との取引を試みる人もいるでしょう。食べ残しをやめるので助けてください。お年寄りが道路を渡る手助けをするので健康な体に戻してください。などとね。そうした感情の起伏を経て、ようやく心の平穏と受容を得られるんです。私は自分の障害を受け入れられるまでに30年もかかりました。30年もの間、もがき続けたんです。自分が地球の一員だと思えませんでした。そんな中、人生が一変する出会いがありました。当時、私はドイツのラジオ局に勤めていて、上司に目が見えない男性の採用面接を頼まれました。事故で視力を失った若者です。彼を面接して採用できるかを判断するよう上司に言われました。私は視覚障害者と接したこともなく、
あるのは憐れみだけです。もし自分だったら生きていけないでしょう。色も何も見えない人生です。美しい絵画や映画も堪能できません。目が見えない人生など私には考えられませんでした。視覚的な情報や印象もないんです。でもその28歳の若者に実際に会ってみると感銘を受けました。自分の認識が間違っていたと恥ずかしくなりました。視力を失って障害者になった人たちを理解していなかったんです。その後の2年間、私は彼の教育係を務めました。彼が視力を失ったのは事実です。それでも、私にとって彼は障害者ではありませんでした。皆さんが考える普通とは、ちゃんと目が見えることでしょう。それが健常者との区別ですからね。一方で社会は不自由を強いていてバリアであふれています。精神的なバリアや不便な建築構造などです。私が強調したいのは社会自体に障害があるということです。障害者を阻害する環境です。でも全ては考え方次第で変わります。重要なのは現状にどう立ち向かい、いかに自分を信じるか、そしてどう居場所を見つけるかです。マンディさんも言っていましたが、人間が一人で生きるのは困難でしょう。私たちは社会的動物です。他者との交流を常に求め、励ましやサポートも必要とします。無敵のヒーローではないからです。マンディさんも清江さんも私もなんとか成功しました。でも当然ながら先行きが不確かな時もあります。順風満帆には進みません。そんな時は記憶が糧になります。大きな困難を乗り越えた時の記憶が役に立つんです。私は出会いを通じて気づきや学びを得たことで社会の現実を理解しました。障害のある人たちはひどく過小評価されて阻害されています。また視覚障害者に対する間違った認識も多く、偏見や固定観念、先入観が蔓延しています。そうした現状を変えたいと思いました。視覚障害者がいかに有能かを知ったからです。そして36年前にアイデアが生まれました。光を遮断した真っ暗な部屋に目の見える人たちを招くイベントです。視覚障害者が彼らを誘導しサポートします。立場が逆転し、暗闇では視覚障害者が見える人です。視覚情報なしに歩くことができるからです。一方、実生活で視覚に頼っている目の見える人は、少しの間、目が見えなくなるというわけです。始まった当時はガレージに暗闇の空間を設けました。それでも実りの多い試みになると思いました。この体験が触媒や潤滑油となり、両者の間に対話が生まれるからです。対話によって距離が縮まり、互いへの見方が変われば、障害者の能力に対する認識も変えることができます。とはいえ、この36年間はずっと手探り状態です。私は成り行きで社会起業家になりました。空を見上げて無双し、哲学の本を書きたかった私が実業家になったんです。誰もが私の試みに懐疑的で関心は集まらないと思っていました。暗闇に入りたい人がどこにいる？安全面にも問題があると言われました。ネガティブなイメージが強い暗闇で参加者は慣れた世界から引き離されます。コントロールを失うでしょう。視覚障害者を信用できるわけがない。無謀だとも言われました。それで資金を集められず、州や民間の慈善団体からの補助金も得られませんでした。
私は実業家になったものの、事業計画書を作成したことすらありませんでした。結局、計画書は人に任せましたが、私の意思ははっきりしていました。貢献したいんです。長い間活動を続けてきた中で、さまざまな困難や限界、制約に直面しました。憤りも感じました。毎年のように資金難に陥り、難しい状況でした。あれこれ手を尽くしてもうまくいきません。それでも続ける理由を自分に問いました。なぜ重荷を背負うのか。なぜ私生活を犠牲にして各地を飛び回るのか。私には強い信念があるからです。不平等な社会を変えたいんです。そのために必要なのが障害者の成長とは限りません。実際何千人という障害者は障害を負ってから成長したと感じています。ある男性のことを思い出しました。彼はイスラエルで開催しているイベントの案内役で、25歳か26歳の時に視力を失いました。視力を失った時の心境を聞いたら、この年で全てを一から学ぶ機会を得られたと。つまり考え方次第で悪いことばかりではないと思います。変えられることは変える。変えられないことは受け入れるんです。対処メカニズムについてある研究が行われました。トラウマを経験した人たちがどのようにして乗り越えたかを調査したんです。対象となったのはトラウマを経験した100人です。ちなみに頼んだカプチーノが冷めていたというのはトラウマではありません。心に受けた深い傷のことです。話を聞いた100人のうち3分の2が心的外傷後成長を遂げたと答えました。一方、心的外傷後ストレス障害を訴えたのはわずか3分の1です。この結果は有益な情報をもたらしてくれます。人間はトラウマ的な経験を乗り越えて成長する能力を備えているということです。すべての損失は利益になると私は考えます。マンディさんは聴力を失いました。キヨエさんも聴力を失うことになるでしょう。もちろんこうした状況は言うまでもなく、決して簡単ではない深刻なケースです。でも自分をどんな立場に置くかはその人次第です。被害者になるのか、こんなのは理不尽でありえないと嘆き拒絶するのか、以前の人生や居場所に戻ることをただ絶望するのか、それとも好奇心や意欲をかきたてて新たな世界で居場所を見つけるのか。前向きな思考に至るには頭や心に時間が必要です。もちろん他者のサポートも欠かせません。ダイアログ・イン・ザ・ダークを始めてもう36年ですから長いものですね。ある日、手話通訳者から電話が来ました。その通訳者の男性は名前を名乗り、ある女性の代わりに連絡したと言いました。私に会いたがっているとのことです。私はろう者のコミュニケーションに関心がありましたが、ろう者と交流したことはありません。一度だけろう者が集まっているのを見かけたことがありますが、10年ほど前の話です。ろう者が話す様子を間近で見られる貴重な機会になると思い、その女性に会いました。通訳者との手話で会話が成り立ち、意思の疎通をしていることに驚きました。あちらにいる通訳者の手話を聴覚障害者なら理解できますよね。
その女性は私が話し出すと笑ったので、顔にスパゲティでもついているのかと思いました。すると彼女は質問があると言い、こう聞いてきました。出身はフライブルクと、ドイツ南部の町です。私の出身地バーデンバーデンはフライブルクから近いところにあります。私がバーデンバーデンだと言うと、彼女はその地域の出身だと思ったわと理由を尋ねたら、私が話す時の口の形でドイツのどの地域か分かったそうです。衝撃を受けました。唇の動きだけで分かったんですよ。私にはドイツ南西部の訛りがあります。彼女はそれを見抜いたんです。障害者が持つ無限の可能性を目の当たりにし、その認識を広める必要があると痛感しました。そのためには能力がないとされている人たちと能力があるとされる人たちの交流が不可欠です。交流によって大きな成果が得られると思いました。ただし、成果というのは人それぞれです。今日の議論では努力の成果について触れています。マンディさんやエリックさんは多くを成し遂げました。お分かりだと思いますが、聴力を失った人すべてに歌の才能があり、歌手になれるわけではありません。そうなれるのは稀です。耳が聞こえて目が見える人でも、並外れたことを成し遂げられるのは一握りです。でも、果たすべき責任は誰も同じです。自分の立ち位置を認識し、ありのままの自分を受け入れる。それが社会という家の住人になるための後押しとなるでしょう。家という言葉から思い出したことがあります。カンファレンス前の打ち合わせで、日本語が持つ家の意味を尋ねました。ドイツ人が持つのは大地に根ざした概念です。例えば、大地があって家があるというように、物理的な側面を重視します。一方、日本人は貴族意識を感じる場所という解釈もするそうです。精神的概念が反映されていて、とても気に入りました。以前の私は心のつながりを感じたことがなく、大地に根を張った生き方もしていません。長い間、自分に確信が持てませんでした。でも、意義を見出すことができました。チームを組んだ人たちと共同したおかげです。彼らは私の良き理解者です。熱意を共有すると同時に、不平等な世界に怒りや憤りを感じています。それが貴族意識をもたらし、私はこの世界で居場所を見つけられたんです。何年も前にテッドトークに招かれました。場所はラスベガス。いや、違う。アメリカの別の町です。私の講演のテーマは、この世界で居場所が見つからないなら、自分の世界を作るでした。これは非常に重要なテーマであり、私たちに課された使命です。一歩踏み出す勇気が必要です。マンディさんが居心地のいい場所を離れたようにね。自分自身を信じ、物事がうまくいかなくても失望しないことです。マンディさんは最悪のシナリオを考えたと言っていましたね。でも、そこから最高のシナリオへと転換しました。状況を変えて形にしていったわけです。これは私にも当てはまります。物事がうまくいかなくても言い訳はしません。
大事なのはベストを尽くすこと。一瞬一瞬においてです。うまくいかない時もあるでしょう。それは仕方のないことです。誰か一人にでも届けばとの言葉で、この話を思い出しました。私の友人は社会的企業を立ち上げました。クラウンズ・イン・ザ・ホスピタルです。日本にもあるかは分かりません。有志やボランティアが病院を回る活動をしていて、訪問先は小児病院や小児病棟です。ピエロの赤い花をつけて現れ、子どもたちを楽しませます。グローバルな課題と向き合う素晴らしい活動です。その友人は元ブロードウェイ俳優です。ある時、私は彼に尋ねました。ハリウッドスターを夢見ていたのに、今は病院で子どもたちを笑わせている。どうしてだ？すると彼は、ブロードウェイのステージに立つたびに、劇場が満員にならないことに落胆した。いつだって客席は半分しか埋まらない。少ない観客の前に立っている自分に、心底腹が立った。でも、病院では一人の観客で満員になる。その通りです。一人の観客で満員になる。マンディさんも一人でも思いが届いたら満足だと言っていました。数は関係ありません。手に入るものの大きさもです。大事なのは何かを分かち合いたいという意志です。たとえ一人でも思いが届いたらそれでいい。そしてその人の考え方を少しだけでも変えられたら素晴らしい成果だと思います。先ほどお話しした聴覚障害者の女性との出会いも私にとっては顕著な一例です。偏った認識を持っていた自分の無知さを恥じました。それで私は妻のオーナと知恵を絞りました。妻とはいつも一緒でここにも来ています。私たちは想像力を働かせました。ダイアログ・イン・ザ・ダークの技術をどう生かし、聴覚障害者の世界や文化にどう持ち込むか。簡単ではありません。でもフランスの老俳優エマニュエル・ラボリや国際視覚劇場の協力を得られました。素晴らしい人々との出会いを通じ、ダイアログ・イン・サイレンスが誕生しました。私たちが提供したいのは、聴覚や視覚の障害者の追体験ではありません。対話のプラットフォームです。能力や障害の違う人たちが出会い、オープンに語り合う。そんな場所を目指しました。見ての通り、私はこの部屋で最年少ではありません。尊厳を持って年を取っていきたいものです。年齢を重ねていくと、私のようにがんを患う人もいます。そんな時に考えるのが、どう年を取るか、老いとは何かでしょう。老いというのは厄介で、扱いづらい話題のため、多くの人が避けがちです。そこで、ダイアログ・ウィズ・タイムを考案しました。70歳以上の人が案内役です。私と同じ69歳なら若すぎます。年齢が肝心です。ここでも老いの追体験が全てではありません。それよりも重要なのは世代を超えた対話を始めること。年齢のバリアを打ち破って互いに心を開き、不安や恐怖を共有することです。案内役として採用した人の最高齢は96歳です。彼はとてもいい精神状態にあるといい、高齢になっても多くの収穫を得ているそうです。そして私が4つ目に作ったプラットフォームは、
死を目の前にした人たちが語り合うためのものです。緩和ケアを受けている患者のほか、生死の狭間を経験した人や高齢者が参加しています。それがDialogue with the End。人生の終わりである死の話題もタブー視されています。だからこそ対話の場が必要です。死を目の前にした患者や高齢者と話すことで、人の寿命には限りがあると悟ります。すると、時間に対する概念が180度変わるんです。些細なことで時間を無駄にしていると気づき、それまでの考え方を見直します。妙に思えるかもしれませんが、人生で価値のあるものは一つだけ、残された時間です。想像してみてください。もし人生が終わりに近いと自覚したら、きっと一瞬一瞬を慈しみ、充実したすべての時間に感謝するでしょう。私も皆さんとの時間に感謝します。ありがとうございます。アンドレアス、ありがとうございます。こうやって3人でお話をしていて、自分たちのそれぞれの生い立ちとか、そして考えてきたこと、そして行動に表したことを聞くことができました。みんな違うんです、それぞれね。だけれども、私がお話を伺っていて、共通していることがいっぱいあるなと思ったんです。それは自分のそうですね、困難だけにとらわれずに次に向かっていったこと、そこが似ているなと思っています。そしてどうでしょう、私たち皆さんそれぞれが違うところがあるので、ちょっとね、一回どんなことを思ったのかなって、マンディさんは今アンドレアスの話を聞いてもらったりとか、私の話もですけども、どんなことを聞いて感じましたかってことを伺ってもいいですか？2人がお話しされていたことの多くが私の経験と似ていると感じました。私はさまざまな段階の感情を経験してきました。否定や取引、怒りの段階を経験した後、最終的には受容することができたんです。私は思うんです。困難を乗り越えねばならない時や、壁にぶち当たり、そこから何かを学ばねばならない時があります。そういう時はいつも自分自身が打ちのめされそうになるんです。この社会において人々は異質なものに対し大きな不快感を抱きます。だから隠そうとする。自分たちとは違う人や障害者のこともです。理解することができないし、経験したこともないから不快に感じるんです。私たちも悲しみや不快な気持ちを胸に秘めることが多いです。人を不快にさせるのも、じろじろ見られるのも嫌だからです。こういった感情や実際に経験したことはすべてうまく心に収めるべきです。常に幸せな人はいません。この道のりを歩き続ける私もそうです。自分が何者かを学び、向上を続けることに関して決して終わりはないと強く感じています。ただ、努力する姿は美しいものです。自分の未熟さを痛感する日々も、壁にぶつかって痛い思いをする日々もね。その中でじっくり取り組むことで、さらに成長できます。より強い人間になることもできます。先ほどのアンドレアスさんの話にも共感しました。読心術で出身地を当てる話です。私はドイツに詳しくないですが、あなたの話し方を見て、
ドイツ出身だと分かったんです。スコットランドの人と会った時も、口の動きから出身が分かりました。今、それが当たり前のようにできるというのは、素晴らしいことだと思います。自分にはそのスキルがあると実感できるんです。自分がこの障害をどれだけ受け入れて成長し変化してきたかが分かります。そう考えると、ある面から見れば障害もギフトのように思えます。今も苦難を感じることは多く、昔のような生活を送ることはできません。でもこの生活も素晴らしいです。だから私はこう思います。この世界を経験してきた私たちがさまざまな人々と一緒になって対話を行う。そうして経験を共有することこそ私たちが持つ最高のギフトなんです。人は一人では生きられません。お互いの経験から学び成長するものです。たとえ聴覚障害という経験を共有していたとしても、その感じ方というのは人によって異なります。集まって共に会話をすることで互いの考えを知ることができます。役立つ意見もあれば、自分には合わない考え方もあるでしょう。人それぞれ適性が異なるからです。ですが、意見を出し合うことで共に成長し、より力強く幸せに暮らすことができます。人は互いに共感し、学び合うことができるんです。一人一人の人間が素晴らしい経験の体現者です。それを分かち合うことで人々は成長します。ありがとうございます。本当にその通りだと思います。ね、アンドレアスさん、その通りですよね。ええ、もちろんその通りだと思います。今の話こそ経験から得た私の考えを人々に共有するという試みにつながっています。今マンディさんがキーワードを挙げてくれました。その重要なワードは共感です。どうすれば自分とは異なる人々と共感し合えるのか。実はこの共感という言葉は混乱を招くことがあります。似ている言葉に思いやりや同情、慈悲といった言葉があるからです。すべて感情を表す言葉であり、人々の考え方を示しています。ですが、それぞれ意味が違います。ただ、私がそう考えるのは、欧米の視点によるものです。そのため、日本語でも意味が異なるのか、非常に気になります。実際には異なるからです。私の見解では、欧米における思いやりは配慮のようなものです。例えば、あなたが道を歩いているとき、ホームレスがいると気づいたとします。そのまま干渉せずに通り過ぎるのが思いやりです。一方、同情という言葉にはある種の優越感が含まれます。この人はなんてかわいそうなんだろう。きっと何か悪いことが起きてしまったんだろう。そう考えたあなたには何ができるか。最も理想的な行動は慈悲を示すことです。つまり10でも20でもその人に小銭を渡すんです。日本円でもアメリカドルでもいくらでも構いません。そして次の共感という言葉にはまた違った要素が含まれます。相手の視点に立つというニュアンスです。耳が聞こえなくなるのはどういうことですかとマンディさんに聞くとします。
聴者のコミュニティからろう者のコミュニティへとどのように移行したかも気になるでしょう。実は障害のある人々に思い込みや固定概念がないわけではありません。実際私は聴者のコミュニティにもろう者のコミュニティにも属していません。というのもろう者のコミュニティには非常に根深く揺るぎない文化があるんです。自分たちのことを障害者でなく言語的マイノリティと考えています。以前ブリスベンで開催された聴覚障害に関する世界会議に出席しました。ろう者が8000人ほどいる中、難聴者は少数でした。そこでのマイノリティは私でした。いくら手話が使えても私は完全に部外者でした。状況次第で立場が変わるのです。先ほどのマンディさんへの質問は、全く異なる知覚を持つとはどういうことなのかを理解しようとする好奇心の表れです。どうやって手話を覚えたのか、耳が聞こえていた当時のことを恋しいと思うことはないか、聴者とはどうやって会話するのか、ろう者の友達はいるか、家族もろう者かなどといった質問はすべてもっと親しくなりたいという思いを示しています。現在直面している状況におけるマンディさんの考えを知ろうとしているんです。慈悲はさらにその先にあります。日本語において共感と慈悲の違いは何か、ぜひ清江さんに聞いてみたいですね。慈悲には前に進むために行動を起こすことも含まれます。マンディさんは今こういう状態にいるんだと理解するだけではありません。その状況を改善するために行動しようと考えるんです。私にもそのような経験があります。マンディさんと初めて出会った時のことです。その時私は心の底から本当に驚かされたんです。それで考えました。コミュニケーション手段が違う人々の間の差をどう埋めるか、手話の美しさや単なる音だけでない音楽の魅力をどう伝えればよいのかをね。音楽は本来振動です。そういう思いが行動するきっかけになりました。共感というのは最近よく使われる言葉です。100人に共感力があるかどうかを聞けば 98% があると答えるでしょう。共感は美徳だからです。この会議で強調したいことがあります。どうか忘れないでほしいのは、共感は社会の接着剤だということです。排除を妨げ、多様性を受け入れるためのね。共感は先入観にとらわれず、相手の視点で考えることが必要だからです。ですが正直なところ、世の中を見渡すと、共感が本当に美徳なのか疑問に感じます。本当に共感という概念がこの世界に広がっているのでしょうか。私はそうは思いません。よく使われる言葉ですし、誰もが最も大事な美徳だと考えているでしょう。ですが、政治や経済の世界においては真逆だと思います。権力と共感の間には非常に興味深い矛盾が生じているのです。政治や経済に影響力がある人々というのは社会において高い地位にいます。つまり地位が高くなればなるほど共感力が低下すると証明されています。とても面白いですよね。非常に興味深い矛盾が生じているんです。共感することは非常に重要ですが、高い地位を得ると他人への共感性が薄れてしまう。最近ではその矛盾を示す良い例が何人かいます。
次期大統領候補のトランプ氏をはじめ、イーロン・マスクやプーチンもです。彼らに限らず、トップに立つ人々は共感性が薄れている場合が多いんです。バークレー校に良い人生について研究する機関があり、ポジティブ心理学の研究が行われています。その目的は、何が人々を幸せにするのかを検証することです。そこでは、権力と共感の関係についても研究されています。その中の一つの例をここでご紹介しましょう。横断歩道を渡る歩行者を追跡した研究です。SUV などの大型車やリムジンのような高級車は、横断歩道で人が待っていてもほとんど止まりません。中流階級の人の方が止まります。人は自分が権力を得たと感じると、支配的で優位な立場にいるような感覚になります。その結果、こう考えるんです。自分は高収入を得ており、高いポジションにいる。歩行者を待たせても問題ないとね。もう一つ、非常に面白い社会科学の実験をご紹介したいと思います。4人の被験者が集められ、好きなことをして過ごすよう指示を受けます。そして、そのセッションの最後に、テーブルの上に5つのクッキーが置かれます。事前に4人のうちの1人がグループのリーダーに任命され、セッションを仕切っていました。各自1枚ずつクッキーを食べると1枚残ります。正確な割合は覚えていません。ただ、ほとんどのリーダーが当然のように最後の1枚を食べました。無意識のうちに共感性が妨害されていたのです。自分が権力や人への影響力を持つ場合、振る舞いにはくれぐれも注意すべきです。共感性を失わないようにね。周りの人よりも上のポジションに立つと、自分が他人よりも優れていて、その立場に値する人間だと思いがちなんです。それはつまりこういうことです。ある意味、私たち全員が共感性を失う危険をはらんでいるんです。自分がその立場にいることが当たり前だと思うようになるからです。なので、常に自制心を持ち、自己認識を深める必要があります。そうしないと、共感力や思いやりを持ち続けることはできないのです。本当にそう思います。先ほどアンドレアスがこうやって出ました話をちょっと戻しますけれども、ホームレスの人は、私はホームレスの人に助けてもらった経験があります。まだ10代だったかな、20歳になる前です。池袋という大きな駅で転んだんです。で、膝小僧をすりむいて血が出ました。そこに池袋で暮らしているホームレスの人がいて、駅の構内にずっといるんですけど、よく見かけてたんですね、子供の頃、その人のことずっと。で、髪の毛が床まで長くて、眠るときはそれを折りたたんで枕にしているって噂が聞いてました。そのホームレスの人は私のところに来て、血が出ちゃったねって言ったんです。絆創膏あるぞって。絆創膏を1枚私に出してくれました。すごく汚れてたの。もう何年間も取ってあったんでしょうね。その数少ない絆創膏を私に差し出してくれたんです。私はその絆創膏を剥がしてつけさせてもらって、でもなかなか血が止まらなくて、ちょっと休んだらどうかって言われて、そのホームレスの人がいつもいる段ボールが置いてあるところで休ませてもらったんです。いろんな話をしました。友達になって時々尋ねました。
一番最初訪ねた時は絆創膏を箱ごと買って新しい絆創膏を渡しました。私が使っちゃったので、その次に使う時はどうぞって言ったんです。で、ありがとうって言ってもらって、時々その人が持っているキャンディーを私にもらったりとか、私は缶コーヒーを渡すとか、そんなことをしながらお話を続けたんですね。今はもうその人いないですけど、その人は大きな会社の役員をしていたそうです。でもいろんなことがあってそこを追い出されてしまった。そこからいろんな人生を転々として自分が自分でいられなくなってしまったことを感じてホームレスの道を選んだというふうにその人は言っていました。で、たくさんの人を見ている池袋というところは日本でも大きな駅なんですけども、いろんな人を見てる。そしてその人が幸せか幸せではないか、困っているか、そんなことが分かるようになってきた。自分が役員だった時はこれっぽっちも分かってなかったんだよって言うんです。なんで分かってなかったのって言った時に、リーダーになった瞬間にリーダーという役目に自分は溺れてしまったんだって言っていました。やることがたくさんあって毎日毎日時間が区切られていて、20分ごとに人と会って自分のアイデンティティが消えていた。そして役員であることを大事にし始めていた。たくさんの接待があっておもてなしもされて美味しいものをいっぱい食べるようになっていった。自分はどうだったのかなってことが分かんなくなった時に、今ホームレスをしていてやっと自分が分かってきている。この環境を今は自分が選んでいるけれども、でも今本当は苦しい。実は居場所がない。その人はあなたどう思う？清江ちゃんって言ったんです。私も考えました。そして私は少しずつ自分の居場所だけじゃなくて他の人の居場所を考えていきたいなと思うようになったんですね。これは子供の頃からのテーマだったので、私にするとすごく共通性があったんです。その人は私の相談相手の一人でした。やがて私がターミナルケアをするようになって、いろんな人がいます。実はこのターミナルケアはボランティアでしています。なぜかというと、貧しい人が多かったからです。お金を払うことができない。そして私がそこで手を引いてしまったら、その人はずっと孤独になってしまう。なので私は家族の一人としてその人と共にいるようにして、例えばお風呂に一緒に入ったり背中を流したり、時には添い寝をすることもありました。子供だったりする場合はね。で、手をつないで最後まで迎えるんです。それは所得が少ない人です。そしてやはり大企業の偉い人もいました。この人もやはり孤独になっていくと同じことを求めます。手をつないで寝てほしいとか、させてほしいとか、寂しい孤独だって。で、その人がだんだんに自分のその孤独を超えていくときに他者を感じるようになってくるんですね。私に対してそれを思ってくれました。清江は何人ぐらいの人のことを見とっているんだって。私は数は少なくないです、多くないですって言ったんです。なぜならば1年に2人ぐらいしかこの活動はできません。人と人がつながっていって、そして見とっていく中でたくさんの人は無理なんですって言ったんですね。そうすると深くコミットするんだねってことをその人は言っていて、でいろいろ考えてくれたんですね。で、清江さんさ、もう一つ仕事を増やしたらどうか、活動をって。それは生まれてくる人のことを今度は見たらどうかって。きっと妊娠中のお母さんでもいろんな人がいるだろう。赤ちゃんを産むことがとても楽しみにしていたのにかかわらず、家庭的に何か問題が起きてしまったとか、自分の身体に問題が起きたとかあるだろう。でもその人たちには将来がある。自分とは違って、その未来ある人をサポートすることによって清江もその人も未来を感じるんじゃないかって言ったんです。そこで私は偶然にも、セラピストとして、そうですね、確かその時は一番最初の方は
自分の旦那さんが消防士で、火事を消している最中に自分が、旦那さんが亡くなってしまって、そしてその人は一人で赤ちゃんを産むことになったという人と出会ったんです。私はその人と家族のようになって赤ちゃんを一緒になって、取り上げさせてもらって、助産師さんと一緒に、そして私はその人のフォローしたんですけれども、その子がどんどん大きくなって成長する。お母さんはおつらいはなくなったかもしれないけど、新しい命を見て元気になっていく。その時にいろんなことを知ったんですね。その亡くなりつつある人が、その人は本当にお金があって、そしてたくさんの地位を得てきたんだけども、自分の死をもってそれを死というものは対等なんだな、平等なんだなって知っていく。そのプロセスの中で私のことを心配してくれて、次のアイデアも出してくれた。で、思うんですけど、そのリーダーの人たちは元気なんだろうな、そしてそれから時間がないんだろうな、心を動かす暇がなくなっちゃうんだろうな、そんなことを感じていました。だからこそ私は対話が大事だと思ったんですね。その中でアンドレアスと出会って、そして五感をと開いて回った中で違った立場の人と出会って回って、そしてそこを超えていけたらいいんじゃないかなと思ったんです。実は来年は広島でやろうと思っています。それは戦争が起きてしまって一番大きな打撃を受けたところが広島でした。そして長崎、核が落ちて、そして原爆で亡くなった方がいっぱいいます。そこでですね、その応援をしてくれようとしている人たちの中に今いろんな人がいるんですが、広島の市長が体験なさってナイルズダークをそこで言ったんです。 G7 をなんで暗闇でやんなかったんだろうかって。暗闇だったらば本当に自分の肩書きもなくなっていって対等になっていろんな人と出会っていけれるんだろう。目が見えない人が案内してくれて、そしてその各国の首相やそして自分たちのような人たちも全部がフラットになって対話ができる、そういうふうな対等な対話の場が必要なんだろう。そうするともしかするとプーチンもそれからいろんな国の戦争を起こしたいと思っている人も変わっていくかもしれないじゃないか、そんな期待をしていると言ったんですね。私はそれを信じています。きっと今何も感じれなくなってしまった人、共感できなくなった人たちも場が整えばそれを戻せるんではないか。なぜかというと、たくさん見とった人たちの中にそういう人がいたからです。だから私たちが諦めなければ、信じていればできるんじゃないかな。それがエンパシーであり行動ではないかなと思っています。どうでしょう、マンディさん、そしてアンドレアス、どう思いますか？お話を聞いてこう思いました。人生を歩みながら成長を続ける姿は本当に素晴らしいです。終末期医療の現場では余裕がない人も多いでしょう。余裕というのは心の余裕です。何度も喪失感を味わうたびに心のゆとりは失われていくのです。ですが喪失感を経験してもまた立ち上がることはできます。彼らに寄り添い共に旅路を歩む清江さんの活動は非常に素晴らしいものだと思います。世界を経験するということを考えたとき、中学生の頃のことを思い出します。私がデンバーでホームレスに靴下をあげた時のことです。ふと目が合った女性が私の方に走ってきたんです。挨拶にしては強烈です。彼女は走り寄って私の腕をつかみ言いました。
私たち飛んでる。気のせいかしらとね。質問の意味が分からず、ただ怖いと感じました。彼女が何者なのかも分かりません。頭が真っ白になり、何と返すべきか迷いました。ですが、私は彼女の目を見て、あなたの話を聞かせてほしいと言ったんです。簡潔に言うと、彼女はロシア人バレリーナでした。スターになるのを夢見て渡米したんです。所持品はすべて売り払ってきました。アメリカに到着後、彼女は事故に遭い、足首を骨折、二度と踊ることができなくなりました。それが話の結末です。彼女はただ、すべてを諦めたんです。話し終えると、彼女は去っていきました。その時、私は誓いました。将来、夢が奪われることがあっても、諦めることを話の結末にはしないとね。それから10年が経った頃、実際に私の夢は砕け散りました。当時、私は音楽の夢を諦めたんです。ですが、目を閉じた時、彼女の顔が浮かびました。そして彼女との違いに気づいたんです。私には支えてくれる人がいました。立ち上がろうともがいていた私の手を仲間が握ってくれたんです。おかげで私は前に進むことができました。私にとって音楽は安らぎでした。音楽を聴くことで多少耳が聞こえづらい状態であっても心が楽になったんです。音楽は非常に美しく大きな社会事業のようなものだと感じています。音楽に文化的な背景は関係ありません。未開地で暮らしていて他の種族と交流したことのない部族でも独自のダンスや音楽、芸術があります。それは人間にとって礎となるものです。人は誰もが表現者です。自分を表現したり、音楽を聴いたりすることは、自分の感情を強く揺さぶるものでした。私には不可欠なものだったんです。聴力を失って、しばらくしてから触れた音楽からは、リアルな情熱を感じられませんでした。機械的なものに思えたんです。手の感触しかないのでね。自分を憐れむ気持ちを含め克服すべきことがたくさんありました。以前のような行動ができないんです。何をするのも難しく、すべてが変わってしまった。美しいと感じることも減りました。それから時間をかけて自分の状況を受け入れました。そして自分自身の音楽を探したんです。すると心に大きな変化が生じました。その変化の一つが自分を憐れむのをやめたことです。逆に聴者は私のやり方では音楽を体験することはできません。それが悲しいとすら思えるようになりました。これは私の思考が変化したからです。異なる視点を持つことでより深い理解力を得ました。昔から音楽好きの私はより深い方法で音楽を学ぶようになったんです。それによって自分が持つ障害についても理解がより深まりました。耳の障害だけでなく、私はエーラス・ダンロス症候群を患っています。そのため、よく脱臼したり、手術が必要になったり、手術もうまくいかなかったりと苦労が絶えません。さらに聴力だけでなく、視力も下がりました。分厚い眼鏡も使えなくなり、レーシック手術を受けました。ですが視力は低下し続けます。この先またメガネやレーシックが必要になることもあるでしょう。ですが私は気づいたんです。
自分を憐れむかどうかは自分で選べるとね。立ち直れるかどうかも自分次第なんです。現状を受け入れるかどうかも自分で決めることができます。自分の物語を誰かのモチベーションへとつなげるかどうかもね。周りの人へとしっかり目を向けて彼らが困難に立ち向かう姿を見るかどうかも自分次第です。人と比べる必要はありません。たとえ障害がなくてもみんな人生を歩んでいます。人間には浮き沈みもあれば壁にぶつかることもある。他人を思いやり共感するということは誰もが人生を歩んでいると理解することです。人々が自身の経験を共有し対話を行い互いに学び合うことで誰もが成長できます。音楽についても同じです。以前とは別のより深い方法で自分を表現できるのは喜ばしいことだと思います。ここでその喜びを共有させてください。もしよかったら私と一緒に手話をしてみませんか？とても人気のある曲ですが、知っていたら挙手してください。虹の彼方にをご存知の方は？皆さんご存知ですね。昔の名曲でオズの魔法使いの劇中歌です。ずっと歌い継がれている曲で世代を超えて愛されています。この曲を知ったとき、私は聴者でとても美しいと感じました。聴力を失った後はその物語に注目するようになりました。それからその手話にもです。世界中で講演する機会が増えて子どもたちの前で話すことも多くなりました。世界中の学校で話しています。障害を克服することや夢を追うこと、失敗を受け入れ立ち直ることなどについてね。この社会にはキャンセルカルチャーが根付いています。間違いを犯せば排除され、失敗すれば道が閉ざされます。すると人々は挑戦を恐れてしまう。挑戦する気持ちを持ち続けてもらうため、虹の彼方にとても基本的な手話をつけました。これから一緒にやってみましょう。全部やるのは大変なので一部だけです。最初の2節だけやってみますね。じゃあ皆さん準備はいいですか？ずっと座っているでしょうから体を動かして。じゃあ行きますよ。いいですか？まずはどこか虹の向こうです。人差し指を立てて違うよという感じで横に振ります。これがどこかです。次に指を4本出してこのように虹を描きます。これがどこかでこれが虹の向こう。そうです。次はピースサインです。これが目になります。地平線から空を見上げます。これが空高くに。完璧です。次の歌詞は昔子守歌で聞いた国がある。まずは国を表現します。これが昔聞いたという部分です。子守歌はまず音楽を描いて、次は赤ちゃん。上手です。次はどこか虹の向こうは空が青くです。まずはどこかです。それから虹の向こう。空はこう表現します。青は手をパーにして指をくっつけ親指を曲げます。そして振る。これがブルーの B です。次は私が一番好きな部分です。信じていた夢が本当に叶う。このパートはすべて同じ手の形で表現します。このように指を1本だけ立てた状態です。
いいですか？今の歌詞ですが、まず片方の夢を高く上げます。下の指はあなたです。夢にたどり着くには努力する必要があります。もがくように回転しながら向かいます。こうして信じていた夢にたどり着く。本当に叶うもこの指のままです。顎につけて前に出すのが本当にです。これが叶う。本当に叶う。いいですか？では私が最初の方を歌うので一緒にやってみましょう。じゃあ最初のどこか虹の向こうの空高くにからです。どこか虹の向こうですよ。心配しないで。一緒に頑張りましょう。いきます。どこか虹の向こうの空高くに。次は国です。とある国があると昔聞いた子守歌で。どこか虹の向こうは空です。空が青く。次は夢。信じていた夢が本当に叶う。そうです。時間があれば全部やりたいですが、今日は短縮版です。ありがとうございました。音楽があれば自分を表現できますし、自ら作曲することもできます。私が曲を作るときは、まずステージでどんな手話を使うか考えます。それから詩を書くことが多いです。例えば、私が作ったリリースミーという曲に、こんなパートがあります。解放してと3回繰り返すんです。それぞれを手話にすると、まずは私の心から出ていって、次は頭から出ていって、最後は物理的に解放してとなります。手話を使うことで、より多くのことを表現できるんです。たった一つの単語を使って歌うよりもね。私にとってこの変化は本当に嬉しいことだと感じています。音楽を作るという芸術を新たな方法でより深く理解できるようになったんです。ありがとうございました。手話も最高でした。ありがとうございます。素晴らしい。本当にみんなで一つになれた感じがします。アンデレアス、どうでしたか？彼女は私たちがどのようにすれば概念を変えられるのかを示してくれました。すべては個人の経験や人との出会いによって得られるものなんです。マンディさんは素晴らしいお手本です。彼女は聴覚障害に対する人々の見方を変え、彼らの心を開くことができるんです。そしてろう者の文化への人々の好奇心を高めます。たとえ言葉を話せなくても、もう制限を感じる必要はありません。どうコミュニケーションを取るのか、車を運転することはできるのか、そういった質問をされることもなくなるかもしれません。そして気づくでしょう。耳が聞こえないという状態の中には非常に大きな宝物が眠っているということにね。そして素晴らしいことに、人権を求めデモをする必要はありません。政府や社会から不当な扱いを受けることもありません。さらに社会や政治が無関心であることに苛立ったり責めたりしているわけでもありません。
それよりも美しいものを示し共有しようとしている。これまでとは全く違うアプローチです。それは異なる2つのグループ間の架け橋となります。このセッションで共有された概念が一般的であるならね。私たちが所属するダイアログも目指すものは全く同じです。主に2つの理念を活動の指標としており、繰り返し考え、実践しようとしています。一つは哲学者マルティン・ブーバーの学びには出会いが不可欠だという考えです。というのも、皆さんが普段の生活においてろう者と出会う機会があるかは分かりません。正直に考えてみてください。誰かがろうやコミュニケーションの困難さについて話していたら、彼らの生活はどんなものか疑問に思うでしょう。私たちが暮らしているのはコミュニケーションが非常に重要な社会だからです。視覚障害者についても同様に考えるでしょう。ですが、マンディさんとの出会いによって全く新しい視点が生まれました。そして次は2つ目の理念です。ダイアログの活動の柱となっているコンセプトは、経験を通してのみ人は学べるという考えです。人々は知識不足ということはありません。誰もが知性を持っていますし、今や情報を手に入れるのは非常に簡単です。誰でも十分な知識があるんです。しかし人間というのは学びを得て教訓を受け入れるのが苦手です。例えば気候変動については誰もがよく知っています。十分な情報をすべて持っているんです。それでもなお人間という生き物は自分たちの生活を変えるという行動を起こすことができません。いつも思うんです。人間は凄まじい理解力の持ち主だとね。人々はあらゆることを理解していますし、今や AI にも簡単にアクセスできます。パソコンの電源を入れれば、知りたい情報を何でも得られるんです。私たちに必要なのは知識ではなく、パソコンの操作だけです。ただ、理解することと実行することの間には一定の隔たりがあります。それをつなぐには慈悲の心が必要なんです。非常に興味深いですね。理解したことを行動に移すだけなのに、なぜ人はこれほど消極的になるのでしょう。その理由は私には分かりませんが、脳の研究者や神経学者は知っています。なぜ多くの人々が障害について話すことや考えるのを避けようとするのか。老化や死についても同じことが言えます。これらは人生から切り離すことはできません。誰もが年老いてやがて死を迎えます。老化の過程で障害を抱える可能性もあります。それが人生であり、逃げ道はありません。友人が言うには、人間は2種類に分けられます。障害者と未来の障害者です。だから将来への備えが必要です。ですが、なかなか理解されず、ある種の抑圧も残っています。その理由は人間の脳の構造にあります。というのも、脳は私たちを衰弱させうる要素を避けるように配線されているんです。人を衰弱させる要素の一つが障害です。老化も同じように人々を弱くします。さらに死というのは人が最大限衰弱した状態です。こういった話題は脳の配線によって
無視され、排除されるようになっているんです。このような仕組みを克服するには、かなりの努力が必要です。鳥肌が立つこともありますし、ストレスから尿意を感じることもあります。これらは生物にとっては非常に自然な反応なんです。それに気づいている人もいます。一方で、罪悪感を覚えず、自分の無知に気づかない人もいます。障害者との交流に困難を感じること、そして死や老化の話題を避けること、それらは本当に自然な反応です。障害者との交流に消極的なのは悪いことではありません。交流の仕方がわからないのであれば、とても自然なことです。しかし重要なのは、人々がどんな視点を持ち、どのように好奇心を高めるかということです。それによって、ミラーニューロンによる反応を克服できるかもしれません。その神経こそが、人間の行動の起点となるものです。こういった脳の構造について認識し、自分自身を理解すること、それは共感を慈悲へと変えるのに非常に役立つと思います。先ほども申し上げましたが、この豊かな経験が約40年間、私にチャンスをくれました。マンディさんについても同じことが言えます。あらゆる困難は自分が成長するための最高の出発点なんだと思います。例えば電話はグラハム・ベルによって発明されました。彼は難聴者が通う学校で働いており、もともとは補聴器を作っていました。その過程で偶然生まれたのが電話です。インターネットは今では不可欠な存在です。創設者の一人であるビントン・サーフは、耳に障害があり、電話が使えませんでした。他にも多くのものが開発されました。引き戸やアイトラッカーもそうです。これらはすべて障害者の補助器具として作られました。ですが、今では誰もが使っています。もはや障害者のための補助的な器具だけにとどまりません。ただ、こういった器具が作られるのはとても特殊な状況だと思います。主流との区別化は異なる視点を持ち、異なるアプローチをするための入り口です。そしてそこから革新が起こり、より多くの人々に役立つものが生まれることもあります。私がよく使う言葉があります。障害者は高齢化社会において前衛的な存在であるというものです。今、障害者が求めるものは後に多くの人にとって必要になるのです。日本がその良い例ですね。年を取れば取るほど当然補助が必要になります。技術の面だけでなく、社会的な補助が必要です。互いに支え合えるといいですね。そうすれば、個人主義的ではなく、結束力の強い社会になるでしょう。ありがとうございます。なんかすごく話が広がっています。私はこれをもうそろそろクロージングしなきゃいけない状態なんですね。どうやってクロージングしたらいいのかがわからないぐらい広がっています。どうしようっていうぐらいに今私の頭の中は希望と、そして今の現状とで、今どうするとそれを実現できるのかなってことを考えたりしています。
これを今この場で聞いていただいたことを今度は皆様が少しずつ実行に移していただきたいんです。いろんな人と出会ってください。そしていろんな立場が違う方とも出会って、そしてダイアログ、対話をしてほしいんです。そこから一歩が始まると思っています。マンディさんの生き方、そしてアンドレアス・ハイネケさんの生き方、皆さんの生き方、それを重ね合わせていったらば、きっとまた違ったものが生まれてくる。こんなことを諦めないで信じて、そして良い未来を、良い居場所を作っていけたらいいなと思います。少し時間が過ぎてしまいましたが、今日はありがとうございました。志村様、ハイネッケ様、アーベイ様、ありがとうございました。以上でセッション4を終了いたします。同時通訳レシーバーは会場出口に